多分いつもないで、今日はほぼ韓国コスメでメイクをしてみたんですけど、このメイクをしようかなって思ったのは、美容室で雑誌を見てた時に茶色い、上が茶色で下にピンクとか紫とかそういう系の色を入れてるメイクが多くて、すごい可愛いなって思ったんですよ。だからそれを真似してみたくてやってみました。だから上はちょっと茶色で下はピンク色にしてみました。ピンクなので春にもいいかなって思って、もう早く春来てほしくてしょうがないので、冬嫌いなんでもう気分だけでも春みたいな感じでしてみました。でまたいつものように1日チェックもするし、韓国コスメ以外のものも全部概要欄に貼ってあるので、よかったら見てみてください。ではメイクスタートです。はい、もう眉毛をやってて、コンシーラーとパウダーで目にベースを作ってる状態です。イニスフリーのミネラルシングルシャドウの22番、トランジションの色として使いたいと思います。だからシャドウと肌が境目があまりにもありすぎないように、それをぼかすのにこれを使いたいと思います。クリースにこうやって入れたいと思います。これは適当じゃないですけど、そんなに正確ではなくていいです。別にトランジションシェードなので。そしたらまたイニスフリーのシャドウペンシルの7番、こういうなんかスティックみたいなやつをアイホール全体にのせたいと思います。結構今回アイメイク多分簡単なので、ただ手でぼかしながら塗りたいと思います。結構下に今ぼかしながらついちゃってるんですけど、ファンデーションもまだしてないので、別に化粧落とすのでパッて取っちゃえばいいので大丈夫です。それはこんな感じになりました。そしたらさっきのまたトランジションシェードを取ってぼかしたいと思います。手にキラキラがすげえついちゃった。はは、すごいわ嘘くさい笑いだってびっくりして、今自分でも。そしたらまたイニスフリーなんですけど、イニスフリーの今回は23番、これを真ん中にのせたいと思います。これは手でやります。そしたらまたトランジションの最初の色でぼかしたいと思います。とりあえず上の目はこんな感じです。では反対の目とファンデーションやってまた戻ってきます。そしたら目の下やりたいと思うんですけど、またイニスフリーなんですけど、イニスフリーの今回31番のピンクで、これ見た感じマットっぽいんですけど、少しシアーなラメみたいな感じで入ってるので、それを下全体に入れたいと思います。ピンクをあんまり使わないのでちょっと緊張しますが、雑誌みたいにできるかな。まずこんな感じにしときます。で次がザ・フェイスショップの19のハワイピンクを上に、この今の下の上にのせたいと思います。これは結構ラメ感の強いピンクです。ウジポーチのスティックアイシャドウの1番、ちょっとピンクのラメのやつをイナーコーナーに入れたいと思います。ちょっとこっちにもつなげて下にもつなげます。目はこんな感じです。マスカラして顔に移りたいと思います。そしたら顔に移りたいと思うんですけど、このスティックタイプのザ・セムから出てるクリームスティックブラッシャーの BR1、こことこことここにのせたいと思います。くすくくすスポンジでぼかしたいと思います。半分やってみました。そんなに分かんない気がする。
もうちょっと足します。でも逆にあれでいいかも、自然だから。こういうのってあんまり最初から発色がすごくいいよりは少し薄くてどんどん足していく方がいい気がします。今回は商品を落とさなかったなって思ったのにカメラを落とした。すごい自然ですね。なのでブロンザーの役割としても使いたいと思うので、少し正面から見て見える位置ぐらいにまで持ってきます。反対とノーズシェーディングもやりたいと思います。これでノーズってこうちょっといっぱい出してこうかな。できた。すっごい臭いから鼻の近くに持ってか。何の匂いだろう。なんか臭いなら変につけてほしくないですよね、香りを。好き嫌い香りってあるから、化粧品は良くても香りが好きだと買う気にならない。香りが嫌いだと買う気にならないから。あ、マイガー、マジで臭いこれ。でもブレンディングはすごいしやすいです。クリームっていうかスティックだからこう自然な感じです。そしたらほんと少しだけさっき使ったアイシャドウのピンクの色31番、この色ですね、31番をチークとしてほんのちょっとだけのせたいと思います。今回は中心を目にしたいので、あんまり顔にはあんまりいろいろつけたくないので、ただ統一感が出ると思うので、これをチークとして使いたいと思います。こんな感じでチーク、本当に分かんないぐらいですけど。でハイライトはミーシャのブラッシャーのデビーって色を使いたいと思います。これなかなかいつも使い方がちょっとはっきりしなくて、直接やったらほらこんな感じで直接やった後が色がいっぱいついちゃうのであれなんですけど、これでやるのこうやってやってもなんか違う気がして、とりあえず今日は直接やります。すっげえ飛んで、オーマイガーオーマイガー伸ばします。これもすごく自然なハイライトです。このスティックの今ちょっと締めようと思って見たら少しファンデーションがついちゃってるので、あんまり衛生的には良くないかもしれないです。そしたらリップに行きたいと思います。これを内側中心にのせたいと思います。あんまりここの境目がない感じに書いてっていうかしてみました。使ったのはトニモリのスポイラーシアーマットリップペンシルの02番です。そしたらメイク完成です。で今が3時半24分なんですけど、終わってすぐはこんな感じです。コントアがこのおでこは意外と見えてるんですけど、ここら辺が結構下割りにはあんま見えてないので、それは不思議だなって思います。心配なのはマットなのですごい乾燥しないかなってことだけが心配ですが、夜にまたチェックしたいと思います。はい、今が6時9分なのでまだ3時間ぐらいしか経ってないんですけど、ダンスに行くのでもう汗かいちゃったらちょっと普通のテストにならないので今チェックしようと思います。で目はね、泣いたと思うかもしれないんですけど、コンタクトがね苦手で、でもダンス行くの見えないからコンタクト入れたらすごい感じになっちゃったんですけどそこを無視して涙がないとこはまだ取れてないです。上も全然取れてなくて、リップはでもやっぱりご飯食べたら取れちゃったんですけど、今塗り直してみてダンスはどうなのか見たいと思います。普通に口拭いたりするとそれは取れちゃうんですけど、普通に飲み物飲んではつかなかったです、コップには。とりあえずこんな感じです。今が9時半なので6時間ぐらい経ってて、でも普通のよりは汗かいてるのでダンスしてきたので。でもアイシャドウは
全く取れてない。このトランジション色まで取れてないです。何にも取れてないです。ここはさっきのチェックインからもともと取れてたの、コンタクトのせいで取れてたんで、下はいいとして、でも目取れてないと、目が涙が出ないとか取れてないので、アイシャドウは何一つ取れてないし、下にもちょっとはでも落ちちゃってきてるかな。ちょっと粉飛びはしてるけど、でもって感じでもないし、でもリップは取れちゃったのと、あと少し乾燥するか、マットだからしょうがないんですけどするかなって思いました。でも少し残念なのがコントゥアですね。でクリームだから取れないかなって思ったんですけど、全然いいことない。臭いし取れちゃうし、何にも別にウォータープルーフだとは言ってないです、名乗ってないですけど、でもモネの別に粉の方が取れない気がするので、でもその他イニスリーのアイシャドウはとってもちゃんと残ってくれたし、ウィッチスポーチもそうだし、フェイスショップもちゃんと残ってくれたので、アイシャドウはすごいいいなって思いました。あと発色がすごく良くて、持ちも良かった、しかもあんま高くもないので、全然最近使ってなかったんですけど、また使おうかなって思います。ではまた朝の自分に。はい、こんな感じで全部韓国コスメでやってみたんですけど、一番良かったのはやっぱイニスリーのこのイニスリーもそうだし、ウィッチスポーチのスティックタイプのやつってすごい集めたくなりますよね。これすごい楽で、しかも発色大体いいんで、こういうのってザってやるだけで終わりになるので、しかもあと気に入ってウィッチスポーチもこれしか買ってないんですけど、発色良くて一回ペッてやるだけでもうほら、これ1回のスワイプすごい綺麗じゃないですか。これにもう惚れて、そうだからこのスティックタイプは結構集めたいなと思います。楽だし、だって朝もしこうやってペーってってちょっと締め色1個バーってやったらもう終わりでもいけると思うので、いちいちブラシ取ってこうやってやるよりはすごい楽だなと思って、スティックタイプすごい集めたいです。こんな感じで今日は終わりです。I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in the next video. Bye bye.